回の産業まとめ。韓国もやるふるさと納税制度。日本とは大きく異なる制度。返礼品は自治体が選択。韓国政府は日本のふるさと納税制度にあたる故郷愛寄付金法制定案を立法予告して、来年1月1日に施行となるとしています。韓国行政安全部によると、個人が自分の居住地以外の自治体に寄付するもので、寄付金額の 30% までの返礼品を受け取ることができるというもの。財政が劣悪な地域が自ら努力を通じて地方財政を拡充できる制度であると説明しています。日本とは違い、年間最大500万ウォン、約50万円まで寄付が可能で、10万ウォンまでは税額控除対象。それを超えるものは 16.5% の税額控除を受けられます。返礼品については各自治体の管轄区域で生産、製造された物品や地域商品券などということになっています。寄付金の募金を強要した場合には募金制限が課されるという罰則もついているようです。また、同窓会などの私的集会での勧誘、個別の電話や書簡、個別訪問なども禁止事項となるそうです。この発表を受けて、地方自治体では何を返礼品とすべきか、頭を悩ませているようです。また、韓国の場合は選挙法に抵触する恐れや、日本での返礼品加熱を参考にし、返礼品は自治体が選択するとしているようです。今のところ一般には認知度がほとんどなく議論となっていませんが、これから加熱すると考えられます。編集書簡。今回の概要。日本と比較して魅力乏しい制度。日本の失敗から学んだ結果。ネットではほぼ話題になってない。韓国でも地方自治体の財政難が問題となっているようで、これを解消するために日本のふるさと納税制度を参考とした制度を始めるようですね。悪く言えばパクったということですが、韓国なりに色々な工夫を凝らして韓国社会に沿ったものにしたいそうです。日本人からすれば、えらくつまらない制度ではありますが、節税できるという点では活用可能かと思います。確かに日本では様々な問題が発生しましたね。単位を各市区町村にしたので、特産品がない自治体は大変だったと思います。ほぼ関連のない家電製品や Amazon ギフトまで並んでいましたからね。しかも住民税が一定額までは控除されて物品までもらえる。しかもそれがギフト券のような金券に近いものだとね、費用をかけて住民税をかき集めるみたいな制度になっていましたからね。また、当初は寄付金額に対する返礼品の割合が現在の 30% を超えていて、非常に豪華な返礼品を受け取れました。一部の自治体が暴走して巨額を集めたため総務省が制度を厳格化して今に至っているわけです。そんな混乱を横目で見ていた韓国としては、それを繰り返さないような制度で始めるのは当然のこと。ただ、地方自治体にお金が自然と流れるようになる制度には大きな魅力を感じたようですね。勧誘などに対する罰則が極めて厳しいですが、これも韓国社会で起こりうる事態を想定したもののようですね。おそらく上下関係を利用した強引な勧誘が行われると踏んだのでしょう。でも多分裏側では行われそうですけどね。日本は基本的に物で釣るわけであって、お得に見える返礼品、何でもブランド物の肉製品が人気のようですね。大体上位につけている自治体は何かしらの肉の産地だったりするようです。日本の場合は一定額以内ならただ同然ですからね。これをいかに韓国で浸透させるかが課題となってきますが、魅力に欠け、競争原理が働かない分難しいかもしれませんね。返礼品の選定も難しそうで、当然季節によっては変わってきますし、他の自治体との差別化も難しそうですね。また、返礼品に選択されれば利益となるでしょうが、選択されなかった業者からは不平不満が出そうです。こうした公平性の確保も難しそうですね。韓国は韓国ならではの問題に悩まされそうです。日本とは違って、住民税の奪い合いにならないという点で、都会の住民税が大流出するという懸念はないようです。まあ、金額が収入に関わらず最大約50万円ですからね。とはいえ 100% 非課税になるのは1万円程度。日本ではより魅力的な制度にもかかわらず、利用していない方はまだまだ多いと思います。
なので韓国ではそれほど流行るとは思いません。メリットがあまりにも低いため、本当に郷土愛によって寄付するという人しかしないでしょう。また実際に運用してその結果を見て税額控除金額や控除率について再検討されるでしょうから、今あれこれ言える話ではない部分は多いです。現時点では来年から施行されると決まっただけでまだまだ盛り上がってはいませんし、自治体も準備段階ですからね。広報にはネットや新聞、定期刊行物、放送、屋外広告が使われるということで、これから広告合戦が始まることでしょう。ネットでコメントを探してみたのですが、今のところ誰にも見向きされていないようです。Facebook とか見るべきなのかな。カカオグループとかでしかやってないのかも。Facebook の行政安全部のアカウント自体が活動していない。きっとまだ初日だからね。メディアがこれから色々話題にして広まっていくんでしょうね。本当に全くコメントが見つからない。地方の農業関係者は期待しているようで、この法案が議論されている時にとても期待しているなどコメントしていました。地域の人口流出や少子高齢化を抱えているのは日本も韓国も同じですから、この制度で何がどう変わるか、再来年あたりに後追いしようかな。これはとてつもなくつまんない制度なのかな？地方の皆さんの期待にどれほど応えられるのかな？韓国には寄付文化みたいなのはあるの？よくわかんないけどそれほど活発ではないという印象。宗教系とかありそうだよね。まあ宗教はどこの国でもあるよね。当然それで大問題になったりしているようだけど。日本のふるさと納税って寄付というより買い物って感じだよね。そうだね。住民税を別の地方に納めることになるし、手数料2000円はかかるけどそれ以外は物をもらえるって感じだよね。ここ何年かは2人ともおせちやってるね。まあ、他に特に欲しいものないしね。まだ返礼品の率が高かった頃は包丁もらったけど。私、ゆるりんに教えてもらわなかったら知らなかったよ。会社でも話題にならないし。メディアでは盛んに報道されていたけどね。活用しましょうっていうのと、泉佐野市の問題とかで。Amazon ギフト券とかだっけ？昔は家電とか確か iPad とかもあったんじゃないかな。iPad 関係ないよね。なんか色々変な言い訳つけれたんだよ。部品を卸している会社が iPad の部品を作ってるとかなんとか。こじつけっぽいね。そういう時期もあったってこと？制度の抜け穴というか。なんか今はしょぼくなったよね。いいおせち1個頼んだら終わりだよ。それも2000円で買ったと思えば。ちょっと前は沖縄のガーリックチキンも頼んだね。あれは意外とニンニク臭くならなかった。と思う。2人とも臭かったからわからなかっただけじゃない？そうかもね。何にせよ韓国のが流行るかどうか注目だね。集まれ、白雪姫のてんこ盛り。ゆるりんとダイエット散歩に行ってきました。久しぶりのダイエット散歩楽しかったね。目的地を決めて、Google マップを頼りに適当に歩き続けるという弾丸散歩。帰ってからどこを歩いたんだろうって Google マップで見てみたら相当な距離を歩いたよね。電車の駅で言うと10個くらいあったんじゃないかな。問題は Google マップでは全くわからない坂道がたくさんあったってことだよね。なので地図で見る以上に大変でした。Apple Watch によると、結局17キロくらい歩いたことになってたよ。4時間で。結構なペースだったんだね。あれだけ寄り道したり休んだりしたのに。ちょっと今日はお尻周りの筋肉痛だよ。なんか最後辛そうだったね。私は全然平気だよ。普段の運動量の差が出たのかもね。とほほ。お天気が良かったし気温もちょうど良くて楽しかったわ。お昼過ぎるとちょっと暑いくらいだったね。テレビのニュースでは、ゴールデンウィークはあちこちですごい人混みって言ってたけど、全然だったよね。でもあの公園も普段の倍近くの人出だったんだよ、きっと。でも疲れて帰ってからお昼寝しちゃったよ。私はちょっとだけ。だから動画も間に合ったよ。でもちょっとだけ残念だったのは、人の家の中があまり見えなかったよね。あれじゃない？ゴールデンウィークでみんな出かけてたのもあったんじゃない？
住宅地通ったけど、あまり人がいなかったよね。お散歩したのが午前中だったのもあるよね。外が明るくて家の中の方が暗いからよく見えなかったんだよね。ごさん。あ、覗き見じゃないですよ。素敵な家のインテリアを見たいだけだから。ふふふ。ダイエット散歩の途中で見つけた3つのベーカリーショップでたくさん美味しいパンを買いました。めっちゃ買ってたよね。だって美味しそうだったんだもん。たくさん歩いてカロリーたくさん消費したから問題なしだよね。Apple Watch によると、歩行だけで900キロカロリー消費したらしいし。でも出かける前におやつ食べて、目的地到着してからもおやつ食べたよね。それでも消費カロリーの方が多いからいいんだよ。でも丸2日分、くらいの勢いで買ってたよね。本当に大丈夫なの？大丈夫だよ。それにどのパン屋さんのも美味しかったよ。でも偶然見つけたところだからもう一度行こうと思っても行けないね。